ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONESガムテープ、こちらの歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。前回のゴングから少し時間が空いてしまいました。大変申し訳ございません。リクエストね、ものすごくたくさんいただきました。その中で多かった2つがですね、Something from Nothing のライブバージョンと、今回歌声分析するガムテープ。この2曲がですね、めちゃくちゃ多かったです。Something from Nothing の方はですね、つるさんゴングのライブバージョンが気に入ったんだったら絶対に気に入りますよっていう風におすすめしてくれたソタンの方々がですね、ものすごく多かったです。本当にそのお気持ち嬉しかったです。ただ前回のゴングがですね、僕がテンションが上がりすぎて歌声分析っていうよりもリアクション動画みたいな感じになってしまったので、これは皆さん的にどうなんだろうと思ってですね、今回は歌声分析をしやすいであろうガムテープを取り上げることにしました。それでガムテープをですね、聞いて歌声分析したんですけれども、本当に感動しました。今回一番感じたのはSixTONESの歌声のチームワーク力がものすごいなっていう部分です。歌声でここまで表現できるかっていうふうに思いましたし、同じフレーズなのに歌声のアレンジを変えただけで全く違う感情を表現するSixTONESの素晴らしさ。いや本当にね、びっくりしましたよ。そういった部分をどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてSomething from Nothingなんですけれども、もしリアクション動画でもつるさんどんな反応するのか見てみたいっていう方はですね、ぜひコメントでリアクションでもいいよっていう風にコメントしてください。そしたら撮影しますので、ぜひストタンの皆様よろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速SixTONESガムテープ歌声分析 GO!お、これはカントリーっぽいですね。また新しい雰囲気のSixTONESの楽曲を聴くことができましたよ。ストタンの皆さんのおかげでね。どういう展開になるんだろう、楽しみですね。いきますよ。お、あ、いいね。今田中さんですよね。うえーみたいな、すごくセクシーな歌声でしたね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほら、この語尾の裏声にひっくり返す歌い方がね、すごく色っぽいですよね。いつもゴリゴリしたね、かっこいいラップを歌ってる雰囲気とはまたね、打って変わってすごく大人っぽいセクシーな歌い方、たまらないですね。次いきますよ。あ、ここはちょっと展開が早いですね。今ジェシーさんはですね、全体的にウィスパーボイスを使ってましたね。で、声の響きの成分的にはですね、声を鼻に入れた歌声、鼻腔共鳴、こちらの響きが割と強めにですね、表現された声になっていたかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。I rememberみたいな、もうちょっとこうね、喉の力が抜けてる感じだと思うんですけど、そしてここはですね、声の音質加工がされてます。ケロルっていう加工法なんですけど、こうケロケロって言ってるような音質加工なんですよ。そのままですけどね。よく R&B とかそういったジャンルでは使われる加工方法ですね。次いきますよ。お、来るね。これは来るね。ラップがね。ラップの前のね、喉を整えるための咳払いだったんでしょうか。いきますよ。
ほら来ましたね。今回は、曲調がこうね、落ち着いた感じなので、いつものゴリゴリした感じじゃなくて、全体的に柔らかい雰囲気を大事にしたラップになってるかな。ラップっていうよりメロラップなのかな。そして声の成分的にはですね、声の雰囲気をですね、たくましくする成分、胸の響きですね、胸腔共鳴、こちらをメインで使っている歌声になります。もう一回聞いてみましょう。いいですね。まだ覚えてる。こういう感じですよね。まだ覚えてる。これだと胸腔共鳴使ってない声質なんです。田中さんみたいに胸の響きをしっかり使うと、まだ覚えてる。こういう感じで声質が太くなってきます。次いきますよ。いいね。一回止めますよ。で、田中さんのこのパートもですね、うっすらなんですけど、音質加工がされてるんですよね。こう声の奥行きが広がって聞こえる加工方法で、ディレイって言われる山彦のように聞こえる音質加工がされてます。で、このディレイっていうのは基本的にどの声に対しても使う加工なんですよ。音っていうのは基本声を出したら物に当たると反射して返ってくるっていう現象があるんですけど、それをレコーディング編集上で人工的に自然な感じで聞こえるような加工が施されるんですけど、田中さんが今歌っているフレーズはですね、そのディレイっていう本来だったら自然に聞こえるような加工になるんですけど、それが機械的に聞こえるような加工になってます。ディレイが強くかかってるっていうかね。もう一回聞いてみましょう。ちょっと分かりにくいかな。不動産屋のところが一番こう分かりやすかったポイントかなっていうふうに思うんですけど、不動産屋みたいな感じになってたと思うんですよね。これがディレイっていう加工です。それとあと全体的にですね、田中さんの声が2つ同時に再生されるような加工も実は入ってるんですよね。これコーラスっていう音質加工なんですけど、ハモる時のコーラスじゃなくて、その加工でコーラスってものがあるんですよね。ちょっと今回ごめんなさい。すごく難しい音楽知識を皆さんに紹介してしまっているんですけど、普段ストーンズの歌ってここまで音質加工されてないので、ちょっと珍しいなと思って取り上げてみました。次いきますよ。この辺分かりやすいですかね。さっき言ったディレイがってなってますよね。この音質加工がされてる田中さんの声もめちゃくちゃ素敵ですね。もう一回聞いてみましょう。ね、超かっこいいですよね。で、こう声が重なって聞こえるような加工がされてるポイントは一気にこうね、歌声がぐわっと広がったような雰囲気もありますし、いや、かっこいいね。次いきますよ。最後の未来しかなかったのところで、先ほど言っていた加工がですね、全部オフになってるんですよ。その音質の変化がですね、すごくいい意味で面白いですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。未来しかなかったのこのなかったのあたりが田中さん本来の声の魅力がこう詰まったような感じになってるというか、いやー、この田中さんパート素晴らしいですね。次いきますよ。うわストレートな声ですね、森本さんの声。で、今回森本さんはですね、声の成分を口腔と鼻腔、この2つを中心にしています。田中さんの声が胸腔共鳴中心だったので、僕が推測するになんですけど、声の雰囲気をこうガラッと変えるために、あえて口腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つを中心にしたんじゃないかなっていうふうに思います。口の中の口腔共鳴で、
森本さんの声の自然な魅力をですね、表現して、なおかつ鼻腔共鳴、鼻の中ですよね。こちらで、その魅力にですね、艶をつけたみたいな感じの声じゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。すごくね、スッと耳に入ってきますよね。ストレートなんだけど、優しさがある歌声っていうかね。まだ覚えてるみたいな、こんな感じの雰囲気の歌声だったと思うんですけど、普段日常的に使う会話の時の声の出し方を意識してんのかな。一番森本さんの中で自然な声の出し方っていうかね、素敵ですよね。で、声を少しだけ前方向に向かって出すようなイメージなんですよね。だからなおさら日常感を感じる歌声っていうかね、普通に喋る時って目の前にいる相手に向かってこう喋るじゃないですか。自然に意識は前方向に向くんですよね。ただ前方向に向かって強くイメージして歌ってしまうと強い声になりすぎてしまうので、そのイメージは軽くっていった感じの歌い方ですかね。次いきますよ。ラララのところで、今度はですね、ダブリングって言って、森本さんが多分森本さんなんじゃないかなって僕は思うんですけど、もし間違ってたらストタンの皆さんまたコメントでフォロー解説お願いしますね。2つ声が鳴ってるんですよ。で、森本さんの声を2つレコーディングして同時再生させたものをダブリングって言います。そのポイントもう一回聞いてみましょう。風と部屋でのところがダブリングだと思います。でも誰かが一緒に歌ってんのかな？なんかそんな気がしてきましたね。次いきますよ。やば。森本さんのね、ストレートで素敵な声の2オクターブ上かな？オクターブっていうのはドレミファソラシドのこの音幅のことをオクターブって言って、今言ったものが1オクターブって言います。下のドから上のドまでのこの音幅で、2オクターブっていうのがドレミファソラシド2つ分です。ドレミファソラシド、ドレミファソラシドだからすっごい高い音でですね、多分京本さんですよね、裏声で高い音を歌ってんの。いや、すごいポイントですね。もう一回聞いてみましょう。高い。好きかったカップを開けて出ないですね、僕は。どうやって出してるんですかね、この声は。いや、すごいポイントがもうまだ序盤ですよ。こんなにすごい歌声をですね、ここで使っていいのかっていうふうに思う反面、この後もっとすごいことが起こるんだろうなっていう期待感がね、どんどん上がってきますよね。次いきますよ。すごくいい雰囲気ですよね。めちゃくちゃいいメロディー。いやー、癒されますね。もう一回聞いてみましょう。たまらないですね。やっぱりね、森本さんの声がですね、すごく素直だからなおさら聞いていて癒されてくるんじゃないかなっていうふうに思います。もう浄化作用がある歌声ですよね、森本さんの声は。次いきますよ。わいや、またね、すごくいい声を持ってきましたよ、ジェシーさんは。忘れないで。こんな感じかな。声の響きのバランスがですね、非常に素晴らしいですね。もうまんべんなく使ってる感じです。胸腔、口腔、鼻腔。もうほぼ同じぐらいの割合で全部使ってますね。で、裏声のところは、柔らかい地声みたいな感じに聞こえるじゃないですか、雰囲気的に。これどうやって出してるかっていうと、裏声のところは特に胸腔共鳴の響きをですね、いっぱい使ってるんですよね。忘れないで、みたいな。胸腔共鳴使わないとどうなるか。忘れないでっていう風に裏声のところだけ軽くなりすぎちゃうんですよね。だからジェシーさんは裏声のところで胸腔の響きをいっぱい使ったんじゃないかなって思います。もう一回聞いてみましょう。あ、今聞いたらちょっ
とだけ鼻のニュアンスが強いですね。忘れないで。こっちの方が多分ね、ジェシーさんの歌声に近いと思います。鼻の響きをちょっと強めにしたことによって、こう、色気が出てるっていう感じか。なるほどね。いや、声のコントロール力が半端ないですよね。次行ってみましょう。いいですね。で、ちゃんとリズム感も表に出てくるように、さりげなくスタッカート、音を切るテクニックも使ってるんですよね。割とこうゆったりした曲って、音を切ったりとか、そういうことをすると変になるって思って、こう伸ばして歌っちゃう人が結構いるんですけど、それ逆効果でですね、スタッカートを入れないと、こうなんか頼りない感じの歌声になってくるんですよね。まあ歌声というかフレーズの雰囲気が。で、ジェシーさんみたいにしっかりとスタッカートを入れてくると歌声にこう説得力が出てくるっていうかね。さすがですね。じゃあ次サビですかね。聞いていきましょう。うわ。あ、なるほどね。そういう意味でのガムテープなんだ。実は最初、ストタンの皆様からリクエストをいただいた時に、ガムテープって聞いてどんな曲なんだろうって思ったんですよね。もうタイトルだけ聞いたら全然曲調がですね、こうイメージできなくて、で、今回まあね、初めて聞いたわけですけれども、入りめちゃくちゃこうね、カントリーな感じから始まって、そこから美しいメロディーが流れ始めて、で、サビでこのすごく希望に満ちた感じ。全く想像できなかったですね。ガムテープっていうワードはそこにつながってくるんですね。糸よりも脆いガムテープ。今ね、このワードを聞いただけだとどういう風なストーリーが展開していくのかっていうのは想像できないですけど、ただこの言葉の並びとメロディーの流れからすごいパワーワードになってますよね。印象に残るワードというか、もう一回聞いてみましょう。やっぱりね、ストーンズの楽曲は全員で歌ってるところが一番メッセージ性が強いですよね。歌声のパワー感がものすごく増幅するというか、もう今ね、感動してますもん。最初のサビのこの一発目の音のインパクトですよね。たまらないですね。次いきますよ。段ボールの中には思い出が詰まってんのかなっていう風になんか自分の中の近い思い出がね、自然とこうなんか思い出されてくるというか、なんかそんな不思議なパワーがですね、ストーンズの歌声からこう伝わってくるかなという風に思います。もうこれはなんかボイストレーナーの歌の知識だけじゃ説明できない部分なんですけど、もう一回聞いてみましょう。すごく感動しますね。実は僕にはですね、かけがえのない幼馴染っていうか、小学校の同級生なんですけど、ものすごく仲が良くて、何かあるたびにこう集まってね、くだらない話をしてこう笑っていれるような、そんな友達がいるんです。で、若い頃はこうね、頻繁に会えたりしたんですけれども、やっぱりこうね、年を重ねるにつれて、それぞれが家庭を持つようになり、そうなるとなかなか会えなくて、去年のですね、夏にですね、約10年ぶりぐらいに同窓会やったんですよね。で、さすがに10年も経ってるので、昔みたいにくだらない話で笑うとかそういうのはないのかなとか、いろいろね、緊張して同窓会会場に行ったんですけれども、もうほんとね、10年前と全く一緒でした。なんかね、その時の光景だったり、その友達とですね、学生時代遊んで笑っていたとか、楽しいことをしていたような思い出がですね、今、こう浮かんできてすごく泣きそうです。すいません、僕のね、思い出話になってしまって。いやーもうほんとね、泣きそう。本当に泣きそう。次行きますよ。ちょっと引きずっちゃってますね。なんか一つ一つのきっとこれでいいんだろうとかもですね、自分の思い出と照らし合わせてしまいますね。それだけストーンズの歌声がですね、
僕の心にこうダイレクトに突き刺さってる証拠なんですけど、これは歌のうまさだけではできることではないので、本当に素晴らしいことだと思います。もう一回聞いてみましょう。ここのパートはジェシーさんと京本さんとコーチさん3人で歌ってるポイントなのかな。それでか、歌ってる人数が減ったから若干声の雰囲気が寂しそうに聞こえたポイントなんだな。なるほどね。そうやって歌う人数でそういう表現まで作り込んでるんですね。やばいですね。次いきますよ。ここで京本さんのね、泣きの歌声がやってくるんですね。これはね、歌声分析じゃなかったら僕は確実に泣いていますね。いやー、ストーンズの歌声の構成の作り方が素晴らしいですね。今回のガムテープは個々の歌声が光るというよりもチームワークが素晴らしい。そういう風に思いました。もう一回聞いてみましょう。で、京本さんの歌声なんですけど、今回はですね、結構高い音域なんですけど、僕が知っているいつもの京本さんの歌声だったら、この辺の音域はですね、鼻腔共鳴、鼻の響き中心で歌っていたと思うんですよね。でも今回はですね、胸腔共鳴を中心にして鼻腔を少しだけ使って歌声に艶を出していく、こんな感じの声の出し方です。やっぱり曲の雰囲気によって声質をこうコントロールして歌ってんのかな、京本さんも。でも声の成分が変わっても京本さんの個性は全く薄くなってないんですよね。そこが素晴らしいですね。次いきますよ。いいね。覚えやすいキャッチーなメロディーで、それで森本さんの素直なストレートな歌声でしょ。これはもう響きますよね、心に。もう一回聞いてみましょう。ほら。いい。たまらないね。で、次は松村さんが歌うのかな。行ってみましょう。あ、今、二人で歌ってましたよね。一人の声に聞こえるぐらい歌声がこう混ざり合ってたんですけど、すごくないですか？もう一回聞いてみましょう。ほら、やばくないですかこれ。いやー、今ね、背中に鳥肌が立ってますよ。すごいなって思って。二人の歌声、声質やっぱり違うじゃないですか。で、同時に歌った時に、絶対に二人いるなっていうことぐらいはわかるんですよね。でも今よく聞かないと、二人で歌ってるっていうの気づかないですよね。そのぐらい声が混ざり合っていたんですよ。いや、ものすごいポイントです。次いきますよ。あ、いいね。こう、どんどん声が重なっていくんだ。なるほどね。で、ここの高い音も京本さんかな。で、1オクターブ下で、うおーおーおーっていう風に歌ってる人もいますよね。いやー、面白い展開ですね。もう一回聞いてみましょう。で、この後田中さんが入ってくるんですよね、きっと。どうなるんだろう。いきますよ。あ、ユニゾンね。なるほどね。やっぱ主のメロディーの人数が1人から2人、2人から3人っていう風に増えていくことによって声のやっぱりね、圧力もどんどんこう増していきますよね。いやー、ここいいね。もう一回聞いてみましょう。ここからね、田中さんがラップを歌うんだ。なるほど、なるほど。いやー、展開がすごいね。どのセクションもインパクトが強すぎて、聴きどころ満載の楽曲ですね。じゃあ、ラップ聞いていってみましょう。いきますよ。あ、ラップかと思ったら、田中さんのハイトーンボイス、僕初めて聞きました。すごいいい声ですね。なーなーで、このぐらいの音域になると、ミッ
クスボイスを使う方がすごく多いんですよ。ミックスボイスって裏声と地声の中間の声なんですけど、でも田中さんここはですね、地声で情熱的に歌ってますよね。めちゃくちゃかっこいい。もう一回聞いてみましょう。ほら。いい声。超いい声ですね。で、やっぱりここもラップの時と同様で胸の響き、胸腔共鳴の声がですね、メインになってるんですよね。ララララみたいな。僕はね、このぐらい音域になると勝手にミックスボイスに切り替わってしまうので、田中さんのね、声をそのまま再現するっていうのは難しいんですけど、で、高い音域をですね、胸腔共鳴メインで歌うってすごい難しいんですよね。高い音の入り口のドアはですね、鼻にあるので、だから大抵の人は高い音っていうのは鼻に声を入れるんですけど、田中さんはですね、逆に鼻にはそこまで声を入れずに胸で声を支えてるんですよね。いや、この声の出し方すごいですね。次いきますよ。いいね。ここで森本さんの力強い声が出ましたね。声がこうジリジリしてるような雰囲気あるじゃないですか。これはいつも言っているシャウトボイスではないんですよ。声を出す方向がですね、キーポイントになってます。声を出す方向をですね、真正面。で、多分僕の中のイメージだと、10メートル以上先にいる人に向かって歌ってるみたいなね、そんな感じの歌声に聞こえました。もう一回聞いてみましょう。ほら、強い。やけに綺麗に響いている。この辺とか特に強いですよね。今歌ったところら辺はですね、もう本当に真正面10メートル先みたいな感じのイメージで歌っていると思います。イメージだけでね、強い声を表現するっていうのは素晴らしいテクニックですよ。さすが森本さんですね。次いきますよ。あ、高知さんの歌声。すごく空気感を感じる歌声ですね。これはですね、ウィスパーボイスっていうテクニックです。歌声に息の音を混ぜるテクニックなんですけど、でもここのポイントはですね、それだけじゃないんですね。喉の奥の空間をですね、少し広めに作ってるんですよ。あくびの時の喉の状態を歌に導入してるっていうかね。この声の出し方で僕がイメージしたのは青春パンクロックを歌うバンドのメインボーカルみたいな、なんかね、そういう感じの系統の声をイメージしたんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほら、超いい声ですね。で、全体的にかなり強めにスタッカートを入れてるので、躍動感がものすごいですよね。いやー、最高ですね。次いきますよ。美しい。わー、出た出た。今でものところで、もうむき出しの状態の声ですよね。何の音質加工もされていない声。で、歌声分析の最初にですね、ディレイについての話をしました。音質加工をして自然な雰囲気を表現するために使われているのがディレイですよって話をしたんですけど、実はもう一個あって、リバーブって言われるお風呂の中で歌ったようなこの残響成分、こちらもですね、歌声に足した状態で音源として出荷されます。で、もちろん、今回のガムテープ、ストーンズが歌っている歌声には、リバーブとディレイ、これがですね、入っています。加工されているというかね。で、今の松村さんの最後のワンフレーズ、ここの部分だけ先ほど言った残響成分のリバーブと山彦成分のディレイ、ここがゼロの状態なんですよね。そうするとどういう風に聞こえるか。松村さんの歌声がですね、普通に聞いてるとここだったのが、その残響成分と山彦成分がなくなった瞬間にグッて近づいてきます。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。次。ほらほらほら。しかもバックのサウンドが消えてブレイクだからなおさら分かりやすいと思うんですよね。
で、多分ね、この動画だと、ちょっと分かりにくいかもしれない。僕の歌声分析動画だと。なので、ぜひ、これを見終わった後にですね、SixTONES の公式 YouTube チャンネルからガムテープの歌をですね、聞いてみてください。そして、できれば、イヤホンで聞いてみてください。もうものすごい近い距離で松村さんが歌ってくれてるような雰囲気を感じることができますので、おすすめですよ。次いきますね。あ、うん。ここで上ハモリが入ってきますね。うわ、展開がすごい。やっぱりね、毎回言ってると思うんですけど、SixTONES の楽曲って同じサビでも1番と2番で違うし、今回は3番ないと思うんですけど、2番と3番でも全く違う歌アレンジになってるんですよね。だからメインメロディーは一緒でも雰囲気がガラッと変わって、その雰囲気の違いまで楽しめるのが SixTONES の楽曲の素晴らしいところの一つなんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ニヤニヤしちゃいますね。最初のサビのところではものすごくこうね、ジーンと感動した感じだったんですけれども、この最後のサビはですね、自然とこう笑顔にしてくれるような不思議なパワーがありますよね。次いきますよ。いいね、いいね。メロディーと歌詞は全く一緒なのに、ここまで違う雰囲気を表現できる SixTONES の歌唱力、やばいですよね。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。で、上ハモリが入ったことによって、やっぱりね、曲調だったり、歌の雰囲気が明るくなるっていうのは、わかるっちゃわかるんですけど、ここまで人を笑顔にしてくれるかっていうところなんですよ。いやー、素晴らしすぎますね。次いきますよ。いいね。ここのね、オクターブたまらないですね。もう展開がどんどん変わってくるから、ずっとこうテンションが上がったままで入れるんですよ。やっぱテンションが上がった状態で素敵な音楽って聴きたくなりますよね。それをですね、SixTONESは実現させてくれてるんですよね。もう最高。次いきますよ。いいね。最初ジェシーさんのソロだったじゃないですか。一人で歌ってるポイント。ものすごくスタッカート感が強かったですよね。こうグッグッってこうブレーキが効いてるようなパワー感あったと思うんですけど、その後の全員で歌ったところのこの歌声の広がり感、たまらないですね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。全員ではなかったか、歌ってるのは。4人かな。すごくこうね、歌声がふわっとこう広がったような雰囲気、たまらないですね。次いきますよ。あ、割れ物注意と合わないチューニング、ここ韻踏んでるんですね。チューニングっていうのは、知ってる方多いと思うんですけど、ギターだったりの音をこう合わせる作業をチューニングって言うんですよね。カードボードラブ、どういう意味だろう。カードゲームのボードが大好きってことなんかわかんないですけど。合ってるかな、どうなんだろう。ちょっとね、英語も勉強しなきゃダメですね。僕、今ね、韓国語をちょっと勉強しようと思って、デュオリンゴっていうアプリでね、今ちょっと勉強を始めたとこなんですけど、今年中にちょっとね、韓国に旅行に行って、K-POP をこう勉強していきたいなっていうふうに思っていて、今年中に行けるかどうかわかんないんですけどね。ちょっと脱線してしまいました。続き聞いてみましょう。やっぱりね、こうね、裏で歌ってるメロラップは韻を踏んでいく感じなんですね。次いきますよ。お、立ち上がった。あ、これは最後、京本さんが一人なんかワンフレーズ歌っちゃう感じですか？他のメンバーはね、みんなこう去っていく感じですけれども、次気になりますね。いきますよ。違いました
恥ずかしい。恥ずかしい。なんか知ったかのように、京本さんが最後ワンフレーズ歌うんでしょうかなんて言っといて、歌わずにそのまま去っていってしまいましたね。いやー、ガムテープめちゃくちゃ素晴らしい楽曲ですね。最高でした。以上、SixTONES ガムテープ歌声分析はここで終了です。いやー、ストタンの皆様、本当にリクエストありがとうございます。すごく幸せな気持ちになれました。で、今回は、先ほどね、分析中にも言ったんですけれども、個々の歌声の素晴らしさを前面に出すというような感じの歌ではなくて、SixTONESを一つのチームとしての魅力を前面に出したような歌声だったんじゃないかなっていうふうに僕は思います。スポーツでいうところのリレーとかではなくて、もう団体競技みたいな感じですかね。なんかうまい例えができなくて申し訳ないんですけれども、SixTONESのメンバー全員で作り上げた芸術作品。この言葉が一番似合うんじゃないかな。今回のガムテープは。いや本当にね、最初から最後までライブのね、わーって感じのテンションが上がるっていうことではないんですけれども、こうね、心の内からこうじわ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 溢れてくるこう幸せな感情がね、湧き出てきたような気持ちにさせてもらいました。いや本当に素晴らしい歌い手ですね。これからも SixTONES 全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。